こんにちは。今日はとても簡単な着物スタイルのカーディガンを作っていきます。作り方はとても簡単です。細長い長方形を編んでいって、これを2枚用意します。2つに折って、これが肩のライン、ここが裾。この片側だけを縫い合わせます。もう片方は開けたまま。これがカーディガンの身ごろになります。袖はここからまっすぐに編んでいきます。なので今回私がするのはこの最初の模様編み、次に縫い合わせる方法で、ここから糸を出していく方法、これだけを紹介します。これでカーディガンが出来上がります。今回編む模様はこんな感じ。とても大きな透かし模様になっています。大きいのでちょっと豪華な感じに見えると思います。で、糸はこんな感じ。あまりふわふわとした感じではなくて、ちょっとすっきりとした感じになっています。ふわふわとした感じで編んでもとても綺麗に出来上がると思うので、お好きな糸で編んでみてください。で、太さは約3ミリぐらいに見えます。で、今回長方形を組み合わせるだけなのでサイズの変更がとても簡単です。もっと細くても太くても大丈夫です。お好きな糸で編んでみてください。この糸はダイソーさんのエアリーリリー、色はリバーブルー、30g で約 60g、 使用かぎ針の目安は8から10、これを10号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。よかったら一緒に編んでみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。まず長方形を作っていきます。その前にちょっとお断りすることがあって、すごい小規模で猫の保護活動をしていて、でのみをもらってしまったので見苦しいんですが、今回はこれで編んでいきます。まず鎖編みをしていきます。この鎖編みの長さは作りたい身ごろの2倍の長さ、それにもう少しプラスして長めにします。この模様が少し縮むので少し長めに最初の鎖を作ります。で、この長さは私の場合約140センチ、それに少し余裕分をプラスしてだいたい150センチぐらい鎖を編んでいきます。で、数は数えないで好きな長さまで。次に細編みを編んでいくので、この細編みの数を数えて模様に必要な数にします。今回の模様は4の倍数プラス3。最初は鎖を好きな長さまで、その後に4の倍数プラス3。まず鎖を好きな長さまで編んでいきます。この鎖はゆったりと編んでいきます。このまま好きな長さまで鎖を編んでいきます。必要な長さまで鎖を編んできました。まだ鎖の数は数えていません。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので鎖をもう一つ、
1つ戻って2つ目に細編み、裏返して、この糸が盛り上がっているところ、針から1、2、2つ目に細編みで、後で見分けにくくなりそうだったらマーカー、次も細編み、このまま一つに一つの細編みをしていきます。で、これは端まで細編みを続けるのではなくて、この細編みを4の倍数プラス3にします。4の倍数プラス3で多少残ると思います。この4の倍数の部分を奇数にします。この模様は細編み4つで1つの模様、これを奇数にします。偶数ではなくて奇数。私の場合は細編みの数を159にしました。これは身長によって好みによって変わってきます。で、糸の太さによっても変わってきます。実際に体に当ててみて好みの長さにします。4の倍数プラス3の細編みを編んできました。私は実際には159編んでいくんですが、ここでは見やすいように小さく編んでいきます。で、余分な鎖は後でほどいておきます。ここは必要なくなるので、このまま次の段、次はこの四角、鎖4つ、1、2、3、4、裏返します。鎖の根元はこの隣から数えます。1つ飛ばして2つ目、鎖の隣の隣、ここに長編み、1、2、これで四角ができました。次も四角を作っていきます。鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目、次も同じ、で端まで編んでいきます。端まで来ました。最後も四角を作ります。鎖、最後の細編みに長編み、次は長編みだけ、鎖3つ、1、2、3、裏返します。鎖の根元はここ、隣の鎖に長編み、上が2本になっています。次は長編みの上、また鎖、このまま端まで長編みを続けます。
端まで編んできました。隣の鎖に長編み、最後は下の鎖の下から3つ目、1、2、3、これが最後の長編み。次は細編みだけ、全部細編みを編んでいきます。鎖1つ、裏返します。根元に細編み、次もこのまま端まで細編みを続けます。全部一つに一つの細編み。細編みで端まで来ました。最後は下の鎖の下から3つ目。1、2、3。次はこの段、まず長編み1つの代わりの鎖3つ、次は未完成の長編み2つ、鎖3つ、1、2、3、裏返します。鎖の根元の隣、未完成の長編み、未完成の長編みは長編みの途中まで、これが鎖3つと未完成の長編み、隣にも未完成の長編み、この2本から引き抜きます。これで鎖3つと未完成の長編み2つ、一度に引き抜きます。これでこの部分、次は鎖5つ、1、2、3、4、5、足元1つ飛ばします。1つ飛ばして2つ目に未完成の長編み、1、2、未完成の長編み、あと2つ、こことここ、全部で3つにします。この3つを一度に引き抜きます。これで三角ができました。次は鎖5つ、1、2、3、4、5、また三角を作ります。1つ飛ばして2つ目、1、2、3、この3つで三角、1つ飛ばして2つ目、一度に引き抜いて三角、また鎖5つ、1、2、3、4、5、足元1つ飛ばして2つ目、足元1つ飛ばして2つ目、
く、また鎖5つ、1、2、3、4、5、足元1つ飛ばして2つ目、こことここ、最後は未完成の長編み2つ。一度に引き抜きます。これは三角の半分。最初も鎖3つと三角の半分。端は長編み。次はこの部分、まず長編みの代わりの鎖3つと普通の長編み、鎖3つ、1、2、3、裏返して下の半分の三角の上に普通の長編み、目立たないところここら辺に入れていこうかと思います。ここだとちょっと穴が広がるので、ここぐらいに入れていこうかと思います。で、普通の長編み、鎖3つと長編み、次は鎖2つ、1、2、下の鎖の真ん中、端から3つ目、ここに細編みをします。次は鎖5つ、1、2、3、4、5、真ん中に細編み、次も鎖5つ、1、2、3、4、5、真ん中、1、2、3、4、5で真ん中、で真ん中、端では鎖2つ、1、2で、また下の半分の三角に普通の長編みで、目立たないように端の鎖の下から3つ目、こんな感じになりました。次はこの部分、ここと逆になっています。逆さまの三角、まず鎖3つ、1、2、3、裏返します。隣の長編みに長編み2つ、同じところにもう1つ、これで1つに2つ、鎖1つ、
下の鎖の真ん中にまた長編み、同じところにあと2つ長編みをします。これで1つに3つ逆さまの三角ができました。三角と三角の間は鎖1つ、また下の鎖の真ん中三角を作ります。で、三角と三角の間は鎖1つ、また真ん中に三角、端でも三角の次に鎖1つ、長編みに長編み2つ、鎖の手前、同じところにもう1つ、これで三角の半分、最後は下の鎖の3つ目、次は細編み、三角の上は細編み、細編みだけをしていきます。鎖1つ、裏返して1つに1つの細編み、この鎖にも細編み、上が2本になっています。で、また1つずつ鎖にも細編みで1つずつ、で端まで細編みを続けます。端まで編んできました。下の鎖の下から3つ目、最後の細編み、次はこの長編みだけ、鎖3つ、1、2、3、裏返して隣に普通の長編み、次も全部一つに一つの普通の長編みをしていきます。端まで編んでいきます。端まで長編みをしてきました。次はこの四角を作っていきます。ここと同じです。鎖4つ、1、2、3、4、裏返して足元1つ飛ばして2つ目、
四角を作ります。でこれで四角、次また四角、鎖1つ、足元1、2、でこれを端まで編んだら、次は長編みだけ、ここと同じです。で次は細編み、細編みを編んでいってます。次は三角のこの3段で、次細編み、長編み、これを繰り返していきます。この三角の前後は細編み、これを忘れないようにします。これでしばらく編んでいきます。最初に細編みで四角、長編みだけ、細編み、三角の模様3段、細編み、長編みだけ、四角、長編みだけ、細編みで三角の模様、細編み、長編み、これを繰り返していきます。これを繰り返してしばらく編んでいくと、身ごろの半分が出来上がります。同じものをもう1枚用意して、これを縫い合わせて後ろ身ごろにします。これが1枚目、もう1枚同じものを作ります。この時鎖の数は決まっているので、その数だけ鎖を編んでいくんですが、その前にこの縫い合わせる部分の糸を残しておきます。だいたいこの部分の2倍ぐらいでいいかと思っています。なので70センチの2倍で150センチぐらい、とりあえず残していこうかと思っています。まず150センチぐらい残して、ここからスタートします。16段編んできました。長さは自然に置いた状態で約23センチ。この模様は伸びるので、ちょっと伸ばして測って約28センチ。切るときには多少伸びた状態になるので、私はこれぐらいにしようかと思います。もう少し広くしても大丈夫です。で、この模様は一つのセットの段数が多いので、ちょうど始まった時と同じようでなくても大丈夫です。私は長編みで終わっています。この部分、この三角のこの3段でなければどこでも大丈夫です。ここで終わってもいいし、ここで終わってもいいし、で、だいたい好みの幅に近いところで終わります。で、ここが最後の段で、最後の段の後、糸端は少し長めに残しています。これで後で脇の下を縫い合わせていこうかと思います。邪魔であればなくても大丈夫です。で、これを縫い合わせると後ろ身ごろが出来上がります。ただそれよりも先に袖を編んでいこうかと思います。その方が取り回しがしやすいので、先に袖を編んでいきます。袖はこんな感じ。長方形の中ほどにマーカーをつけて模様がつながるように編んでいます。で、作りたい袖の長さまでこのマーカーをつけます。これが最初に編んだ細編み。この細編みの表を表に決めます。こっちが裏、こっちが表。こっちを表にすると
この長編みだけの段がすべて表になります。これが表にします。表を上にしてマーカーをつけていきます。まずこの長方形を半分に折ります。で、大体の位置にマーカーをつけます。で、ここから等間隔にマーカーをつけます。私の場合はここから約伸ばして測って約19センチ、こっちも同じ伸ばして測って約19センチ、切る時には伸びた状態になるので伸ばして測りました。で、長方形の時と同じようにこんな感じで始めていきたいので、この編みやすい模様のところにマーカーをつけます。この三角のここが肩のライン、こっちは裾の方、この三角の裾の方にマーカーをつけます。この三角のこの長編みの上、こっちも同じ、ここは肩、こっちが裾、この三角の裾の方、ここにマーカーをつけます。で、マーカーがついたらこの範囲でスタートします。今まで表裏表裏と編んできたので、次も裏返して編んでいきます。私は今長編みで終わっています。次は私の場合は四角を編んで始めます。これは終わっている模様で次の段の編み方は変わってくるんですが、私は四角から始めていきます。今ここで次ここ四角から始めます。始めやすいように結び目を作ります。で、マーカーのところ糸を引き出します。ここから鎖を4つ、1、2、3、4、鎖が4つ、足元1つ飛ばして2つ目、四角を作ります。これで四角ができました。次も四角。この長方形の時の端と同じです。四角を編んで続けて、次は長編みで帰ってきます。このまま端まで、マーカーのところまで続けていきます。端まで来ました。最後も四角を作ります。鎖、長編み、次はここ長編みだけを編んでいきます。始め方はこの端と同じ、鎖3つ長編みだけ、1、2、3、裏返して、で
長編みを続けてこの端まで長編みをしていきます。次は私はこの細編み、端から端まで細編み、次はこの三角、鎖3つと未完成の長編み2つ、鎖5つで三角、間には足元1つ飛ばしています。1つ飛ばして三角、1つ飛ばして三角と編んでいきます。次は長編みと鎖2つ、鎖5つ、鎖5つ、次はこの逆さまの三角、鎖3つと長編み2つで鎖1つ三角、鎖1つ三角で次は細編み、これを繰り返していきます。ご自身の作りたい袖の長さまで、とりあえずそこまで編んでいきます。袖を25段編んできました。長さは約40センチ。私はこれぐらいにしようかと思っています。これはこの身ごろの広さにもよるので、実際に肩にかけてみてちょうどいい長さにします。私は今長編みで終わっています。最後はこの三角の3段ではなくて、その他の部分で終わりにします。で、最後の糸は切らずに少し残しています。これを縫い合わせて筒状にしたら、最後にここを細編みで何周か編んでいこうと思っています。その時にこの糸端を使って編んでいこうかと思っています。もし半端な糸があれば残しておいて、なければ切っても大丈夫です。新しい糸を使って編んでいきます。で、もう片方も同じ袖を作りました。で、同じものを2枚用意して、これを合わせて裾の方から縫い合わせていきます。ここが最初に編んだ鎖を編んで細編みを編んできました。こっちもここが最初の鎖、ここを縫い合わせます。こっちが袖で、縫い合わせると位置にマーカーをつけます。ここまで縫い合わせます。このマーカーをつける位置は半分に折って私は上から6センチぐらい、だいたい5センチとか6センチぐらいで大丈夫かと思います。これが首の後ろになります。なのでここを広めにしたいときにはもう少しだけ広くてもいいかと思います。で、折ったところから6センチ下げました。ここにマーカーをつけます。で、模様は関係なくどこでも大丈夫です。で、こっちにも同じようにつけました。で、裾から縫い合わせていきます。裾の端と端を合わせます。で、今回針を入れるのは
鎖と鎖の間、この2本あるうちの内側、こっちよりでここに針を入れていきます。こっちも2本あるうちの内側、こんな感じで縫っていきます。まず端は2回針を通します。これが一番端、こっちはここで、まずでもう一回この部分は後で細編みを編んでいくので、あまり綺麗にならなくても大丈夫です。次からこんな感じで縫い合わせていきます。で今こっちから糸が出ているので、次はこっち、次はここ、次はここ、こんな感じで縫っていきます。これでさっきマーカーをつけたところまで縫い合わせていきます。で、ずれないようにこの四角を合わせていって、ずれないように気をつけながらマーカーのところまで、ここまで縫っていきます。マーカーのところまで縫ってきました。端では2回針を通します。この2本の糸の下をすくってしっかりと留めたいと思います。で、裏に出してこれで背中の中央が縫い合わせられました。次は脇の下を縫っていきます。脇も同じように縫い合わせていきます。ここが袖、こっちは裾から縫い合わせていきます。角と角、こことこっちは鎖の下から3つ目、ここが角になります。角と角を合わせます。
でまたさっきと同じ。これで脇の下まで、ここまで縫っていきます。脇の下まで縫ってきました。ここでは丈夫にするために2回針を通します。今までは表から、次は裏返して袖を縫っていこうと思います。その方が目立ちにくそうなので裏返します。で裏返しました。ここから模様を合わせて縫っていきます。ここはまず四角、こっちも四角、なるべく表に返した時に目立たないように縫っていきたいと思います。これで袖口まで、ここまで合わせていきます。裏返して今表が上になっています。最後に細編みで一周します。私は今長編みで終わっています。最後に細編みを編む方がしっかりとします。でもしここで腕を通してみてもう少し長い方がいいかと思ったら、ここで長編みをプラスしても大丈夫です。好みの長さになるまで長編みを編んで、最後に細編みを編んでも大丈夫です。で糸が出ているところで、ここは縫い合わせた糸、ここが鎖1、2、3、ここに引き抜きます。ここがカードになっています。ここら辺であれば大丈夫です。で細編みをしていきます。鎖1つ、根元に細編み、マーカーをつけておきます。で隣にも細編み、このまま一周します。で今回こんな形の袖になっているんですが、少し丸みを持たせても可愛いと思います。その場合はこの細編みの数を減らします。で一周します。スタート地点まで戻ってきました。私は細編みを2周にしました。最後にとじ針で始末します。少し長めに糸を切って、これが最後の細編み、最後の細編みから糸を抜きます。これが最初の細編み、最初の細編みの隣、手前から向こうに針を入れます。これが最後の細編み、最後の細編みの上から針を入れます。でこの部分も通って、
後ろに出します。これでつながりました。で、整えてからあとは裏で隠します。ほどけないように何回か行ったり来たりします。これが終わったら反対側も同じように作ります。最後にこの身ごろの縁を編んでいきます。細編みで2周編んでいきます。で、裾を見て真ん中からスタートしようと思います。ここが裾、ここは背中の中心、この左右に細編みがあります。この細編みから始めようと思います。糸を出しやすいように一回結び目を作っておきます。糸を出して鎖一つ、根元に細編みで、糸端は編みくるんでいきます。これが一つ目。次はこの細編みで、次はこの長編みに細編み2つ、次も2つで、細編みのところは1つで、また2つ2つと編んでいきます。で、まず2つ、次も2つ、次は1つ、次また2つ、で、これで角まで編んでいきます。ここまで編んでいきます。裾の角まで来ました。端には細編みがあります。まずここに細編み1つ、次はこの鎖、最初に編んだ鎖、ここに細編みを2つ、まず1つ目、次は同じところに2つ目、こんな形。次から1つに1つずつ、まずこの糸端は編みくるんでいきます。これで角ができました。次から1つずつ、後ろ身ごろの中心の手前まで来ました。今足元を見ると、この縫い合わせたところまで細編みが3つ、1、2、3で、ここで少しなだらかな形にします。こことここを2つを1つにします。で、こっちも2つを1つにします。こっちも2つを1つにします。少し数が減ってなだらかな形になります。こことここを1つ、こことここを1つ、ここは縫い目から数えて1、2、3、
ここに細編みの途中、ここも細編みの途中、これで細編みの途中、次も細編みの途中、これを一度に引き抜いて2つが1つになりました。次はこことここ、同じように細編みの途中まで一度に引き抜きます。これで2つが1つになりました。少しなだらかな形になりました。次はこことここ、こんな形になりました。で、次からまた一つずつ、一つに一つずつ細編みをしていきます。反対側の角まで来ました。端の細編みに細編み2つ、1つ目、2つ目、次は裾、この細編みに細編み1つ、これで角ができました。次からまた長編みに2つ、細編みには1つ、これでスタートしたところまで編んでいきます。で、スタートしたところまで戻っていったら、鎖1つで立ち上がって、また次の角まで、ここまで編んでいきます。細編みの2周目を編んできました。角には細編みが3つ、この真ん中に細編みを3つ、ここは1つ、3つ1つ、これで角を作ります。ここは1つ、次は3つ、1、2、3で、次は1つ、これでまた角ができました。次からは1つずつ、全部1つに1つ、このまま1つに1つの細編みを続けます。で、さっきの背中の真ん中、縫い合わせたところ、ここでも全部1つに1つずつで、また裾の方まで編んでいきます。角ではこの3つの細編み、この真ん中に3つ、1つ3つ1つと編んで、スタートしたところまで戻っていきます。で、ここがスタートしたところ、ここではまたさっきのように針で合わせていきます。つなげて裏で隠します。それで終わりです。これで出来上がりました。とても綺麗なカーディガンが出来上がりました。
袖はこんな感じ。とても綺麗な袖になりました。サイズを測りました。上から下まで70センチ。横幅はこの身ごろの部分が48。袖も含めて測ると134。袖は43センチ、17センチ。使った糸は 350g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。